こんばんは。はるです。今回はおすすめの442カスタム戦術を紹介していきたいなと思います。現環境でですね、おすすめの戦術になってます。自分は DB ライだったりとか CF で使っていたりします。それでは早速紹介をしていきます。こちらのカスタム戦術の442ですね。ディフェンス、守備のスタイルがバランス、幅が37、深さが65ということになってます。守備のスタイルは他の戦術とは変わらずでバランスにしていて、幅はね、少し狭め、にしてますね。自分的には35から40あたりがいいかなというふうには思います。個人的には37で調整をしてやりやすかったです。もうちょっとこう幅が広げたいとかっていう方は、ここを調整してもいいと思います。で、深さ65。こちらも少しこう高め、なんですけれども、やっぱりね、55とか、そこら辺はね、試したんですけど、裏抜けとかをされてちょっと高いかなって思ったりとかしたんですけど、ただ、やっぱり高い方が自分的にはあっては、いますし、おすすめかなというふうに思うので、65ですね。65か、今作まだ強いこう71がいいかなというふうには思います。でそしてオフェンス、ビルドアップがバランス、チャンスメイクがダイレクトパス、幅が50、ペナルティーの侵入が7、そしてコーナーキック、フリーキックともに1ということになってます。ビルドアップも他の戦術とは変わらずバランスで、チャンスメイクもダイレクトパスに、なりますね。ダイレクトパスからバランスとか、あとはポゼッションとかでもいいと思うんですけど、ただやっぱりこうゴールというところに向かう上でみんながね、こう前進をして動いてくれる方がいいと思います。で、幅が50ですね。ここはね、結構ね、人によってよると思いますけど、45でも割と良かったですね。割と良かったけど、ちょっとこう ST とサイドとの距離が離れすぎてるなっていうシーンがね、多かったんで、自分的には50がいいかなと思います。ここもね、調整するなら多分45から50あたりかなというふうに思います。で、ペナルティーの侵入は、ここは7、ちょっと高めの方がいいかな。6から7とかの方が、いいかなというふうに思いますけども、お好みだと思います。5、6、7あたりが、いいと思いますね。で、コーナーキック、フリーキックは、ご自身の任意のやつでいいと思います。で、そして、指示ですね。キーパーはですね、積極的なクロス対応、バランス。で、サイドバックがですね、攻撃時に上がらない。両方攻撃時に上がらないですね。で、センターバックがデフォルトです。で、中盤 CM2 枚が攻撃時に上がらない中央をカバーです。どちらも同じですね。で、そして右サイドがですね、ディフェンスに戻る、中へ切り込む、裏に抜ける、クロスに合わせるですね。で、逆サイドも同様です。ディフェンスに戻る、中へ切り込む、裏に抜ける、クロスに合わせる。で、そして、中央2枚 ST ですね。中央にとどまる、裏に抜けるですね。どちらも同じ設定になってます。で、やっぱりね、442はですね、このフォメの形のまま守備もできるし、攻撃もね、できるということにはなります。特にやっぱ攻撃に関しては、横パス、横横横っていうのが、やりやすいとか、元からいてくれる、そういう風なね、フォーメーションにはなってくるので、そういう、こう、なんていうんですかね、ちゃんとこう、しっかり横を見とくっていうところも意識できればいいんじゃないかなというふうに思います。そして最後にですね、おすすめの選手のタイプを紹介していきたいなと思います。サイドバックに関しては、どちらも守備戦でもいいと思います。ウォーカーとテオとかね、でもいいと思います。どちらも攻撃的っていうのは、あんまりやめた方がいいかなっていうのは思います。なんで自分のこのカンセロと今のビーズリーっていうのは、そこまでおすすめはしないですね。どちらかは守備的で、どちらかまだちょっと攻撃面だったりとか、パス面だったりとかが上手い方がいいかなと思います。で、サイドはですね、サイドは、本当にドリブルができたりとか、軽い選手がいいと、思います。中にこうスムーズに切り返せたりとか、小回りが効く選手の方が非常に厄介ですね。縦にもいけるし、中に向いてすぐにこう ST の斜めのパスっていうのも出せる選手の方がいいので、まずは比較的こう軽い選手、扱いがしやすい選手。で、そこからスピードとか、パスとかっていうのがついてくるかなというふうに思います。そういう選手が一番最適ですね。で、中盤2枚はですね、どちらもバランス的な選手がいいと思います。本当にバランス型な方が、いいですね。シュートは打てなくていいんですけど、パスとか、守備とか、
まあフィジカルとかスピードとかがある方がいい。シュート以外持ってる選手の方がいいかなっていうのは思います。なんでデヨングが2枚いたらめちゃくちゃいいなっていうのは思うんですけど、だからデヨングとベリンガムとか、まあ目標で言うとベリンガムとロフタスチークとか、まあそういうこう、なんですかね、本当にこう万能型というか、守備もできるし、攻撃面でのパスもある程度できるっていう選手の方がいいと思います。で、そして ST2 枚ですね。もちろんここの決定力っていうのは非常に大事になりますし、スピードっていうのも大事です。カウンターもこのフォーメは行える、フォーメーションにはなりますので、まあそこは必要。ST としてはやっぱり決定力、スピードっていうのは必要と、あとはパスがちょっと自分は重要視、しますね。先ほどね、映像でも見てもらった通り、やっぱ横のっていうパスっていうのが、まあこのフォメっていうのは結構強いし、まあ今作も強い一つの攻撃パターンだと思うんですけど、その中で ST から ST へのパスっていうのもあるんで、まあそういう風な中でこの ST、2トップ、まあどっちもですけど、パス能力っていうのはある程度は必要かなっていうのは、思いますね。例えばですね、やっぱりネイマールだったりとか、まあ直近では自分使ってたクバラチヘリアだったりとかもね、前線を任せながらパスもね、上手い選手にはなるんで、まああとはハンセンとかでもいいか、まあ強い選手だったらパスもある程度は出せる選手にはなるんで、まあそういうこう値段が高い選手かつパス面だったりとかが上手い選手を ST に置くのが自分はいいかなっていう風には思います。まあという感じでこちらがおすすめの442カスタム戦術になります。まあ少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャット登録、高評価お願いします。それではバイバイ。